どうも皆様、高健哲でございます。皆さんお気づきじゃないかもしれないんですが、実は王道シリーズというものがございまして、豚の生姜焼きとか焼きそば、ナポリタンとか、あれ実は本当王道シリーズで、王道シリーズは僕が定番料理を熱く語りながら作らせていただくというシリーズでございます。ということで今日は王道シリーズで熱望を受けておりましたチャーハンなんていかがでしょうか。で、私が目指すチャーハン、どんなチャーハンかというちょっとお話をさせていただきます。すいませんね、ちょっとあれで。チャーハンというとすみません、パラパラ、もうみんなねパラパラチャーハンパラパラチャーハンっておっしゃるんですけど、すごくよくわかりますが、で日本のお米の特徴っていうのが甘みとうまみと粘り気で水分量が多いというのが日本のお米だから、そのまま食べてもものすごく美味しいんですけど、実はあんまりチャーハンに向いてないんですよ、パラパラにするには。日本の美味しいお米をわざわざパラパラにする必要があるのかなって僕はなんとなく思うんですね。でちょっとそうあれなんですよ、無理やり日本の美味しいお米をパラパラにしようとするとパサパサになってしまうということがよくあるんですね。なので私が今回目指すチャーハンはパラパラじゃなくてパラぐらい伝わりますか？ちょっとパラぐらいなんですよ。パラッとちょっとだけパラッと感があって、ふわっしっとり、パラふわしっとりのチャーハンを今日は私目指したいと思います。ズバリタイトルが焦がしネギと焦がし醤油のパラふわしっとりチャーハン。めちゃめちゃうまいです、これ。そしてこのパラふわしっとりチャーハンを作るにはすごく大切なのがこれなんです。できれば木べら、ゴムべらございましたら、この二刀流で2本同時に使って調理をすると。そしてもう作る前に盛り付けの器とお椀を1個ここまで用意しておいてください。そうすると完璧です。だいぶ長かったですけども、そろそろ作っていきたいと思います。焦がしネギと焦がし醤油、まずね焦がしネギを作っていきたいと思います。おネギ、これを、みじん切りにしていきますけど、結構皆さんみじん切りめんどくさいわという方いらっしゃるんです。フォークでざっくりとこんな風に、でからちょっとペタッと平らにしまして、これをこのまま小口切りにしていくような要領でやるといい感じの粗みじん切りになります。生姜なんですよね、私。これ細切りに。でもこれ切ったそばからもうねフライパンにインします。では豚肉を切っていきます。バラ肉なんですけどね、うちの近くのこのバラ肉は結構厚切りの焼肉用というのが売ってまして、これがちょっとね食べ応えが出ていいんですよね。でもそういうのない方は普通の薄切り肉を使っていただいて大丈夫です。でこれをこのまま上にのせる。ちょっと食べ応えも出していきたいと。でお塩、豚にちょっと塩をしてからサラダ油熱しまして、このまま
ちょっと広げましてですね、豚からじっくり油を出しながら、その油でネギと生姜をこんがり炒めていきます。だいたい中火で 4,5 分ぐらいですかね。このようにこう周りがちょっと色づいてくるんですよね。見えます？この縁の方ね。周りが色づいてきたらこれをちょっと返す。これを繰り返していきます。でこれをこんがりするまで炒めていきましょうか。でこうゴムベラが便利なのがちょっと周りが焦げてくるので、これをこうこそげながらやることができるんですよね。ではこれをいい感じに香ばしくなってます。これをちょっと手間だと思うんですが、一旦取り出します。このままいくとね、もう焦がしから焦げになっちゃいますからですね。からのこの油を戻します。この油がうまいんです。このネギ油をベースに作っていきます。日本のすごく水分の含まれている美味しい米をパラッとするには卵の力が大事。いいですか？でこれを入れたらもうすぐさまふわっとなってきたらすぐさまご飯入れます。でこの利き手の方をゴムベラにしてください。でこの卵をご飯にまとわせるような形で混ぜていきます。卵でちょっとコーティングするような感じですね。このためにはこの二刀流が必要、2本必要です。さっとこうふわっと混ぜるように。で塊の部分はギュッと木べらで、中華の人もねお玉でギュッと押し付けるんですね。そしてこの塊を潰していく。ちょっと焼き付けるような感じで香ばしさも出していく。でこのゴムベラで切るように押さえて切る、押さえて切るで絡ませる。でどうしても家庭用の、コンロは火力が弱いので、ここでフライパンを煽らないでください。煽らないで。煽ってしまうと火力が無駄遣いになってすごく、パラッとした食感とか香ばしい食感が出ませんので、ふわっとした食感も出ません。いい感じです。火力をとにかく無駄遣いにしないように、これ鉄板焼きのイメージ、鉄板焼きのイメージで、ほらもうすでにパラパラになってきてるんですよね。パラパラじゃない、パラッとなってるんです。 OK。 そしてある程度やりましたら、ここでお塩、普通のお塩です。お塩とこの先ほどのなんだっけ、この豚とネギでこれもあえていきます。めちゃめちゃいい感じ。これでうまみがしっかり入る。であとは今煽っているのは素材をきっちり混ぜるため、一体感を出すためです。調味料を行き渡らせるため。パラリとなってますけども、ここで最後にしっとり仕上げるために調味料、醤油とお酒、醤油で香ばしさ、そして最後の味を引き締める。でこの日本酒で香り付け、しっかり焦がします。焦がしてから全体を混ぜてしっとりと仕上げる。とにかくそれまでは水分を飛ばして、最後に水分を入れてしっとり仕上げる。これ最高です。お米がふんわりします。ああもう香り、色最高ですね。 OK できた。盛り付けよう。で盛り付けはお好みなんですけど、やっぱり家庭でやる場合はこうね、お椀などございましたらこれでこんもりと。では器に
くるりんぱで、ちょっとこの状態でね蒸らしてもいいぐらいなんですよ。そうするとほんとしっとりふっくら仕上がります。でオープン。イエーイ、最高最高ですね。ここの豚とか豚で、僕ほんと胡椒にすごくこだわりがあって海外から取り寄せて使ってるんですが、チャーハンだけはこのテーブル胡椒、これたっぷり。そしてここから好みのおねぎをのせて、好みで僕しかも紅生姜大好き。紅生姜で丼いっぱい食べれる。完成しました。焦がしネギと焦がし醤油のパラフワしっとりチャーハン、美しいです。いただきます。貝原藩はなんちゅう僕は強んだよ。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。完成してもうたかなこれ。チャーハン完成した。完璧にできたな。あ、どうもすみません。もう最後の最後まで小芝居を。これ本当に上手にできました今回。ネギ油をね豚と生姜と炒めてちょっと取り出すっていうのがちょっと手間だと思うんですけど、油で作るチャーハン最高です。ぜひ見てこれ作っていただきたい。最後までご視聴ありがとうございました。そして高評価&チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは。